マップを勉強しながら100万以上のクレジットを取得できるミッションをご存知ですか？アカウント作成後なら誰でも400万以上のクレジットやプレミアム戦車のレンタル券などを入手できることをご存知ですか？序盤の資金不足を一気に解消する方法と中盤以降にクレジットを安定して稼ぐ方法について見ていきましょう。こんにちは。ワールドオブタンクス公認 CC のプリムラです。皆さんにはクレジットがなくなって新しい戦車を買えなくなった経験はありませんか？今回はまだ戦車の少ない序盤にゲームシステムの学習をしながらクレジットを稼ぐ方法と中盤以降も継続してクレジットを稼ぐ方法をお伝えします。今回は以下のコンテンツでお送りします。1、序盤のクレジット問題について。2、出撃で収支をプラスにするために。3、クレジット稼ぎにおすすめのツリー戦車、それからプレミアム戦車。ワールドオブタンクスを始めたばかりの方が思うことの一つはクレジット不足です。ティアが上がり、戦車の購入費がかさむと身動きが取れなくなりますよね。そこで初心者の方向けに2種類のミッションが用意されています。1つ目がタンクアカデミー、2つ目が地史学モードです。タンクアカデミーでは進行状況に合わせて32個のミッションをクリアすることで合計400万以上のクレジットと15日間のプレミアムアカウント、4万以上のフリー経験値、無料のティア6ツリー車両、それから3両のティア8プレミアム車両のレンタル券に加えて多数の消耗品が手に入ります。序盤のチュートリアルを兼ねたミッションですので、ゲームを始めたばかりの方はぜひトライしてみてください。続いて地史学モードの紹介です。今背景でプレイしているのが地史学モードです。地史学モードはここからプレイできます。このモードはマップにおける基本的な戦い方を実際にプレイしながら勉強できるミッションです。敵戦車のボットが登場し、指示に従ってそれらを撃破しながらマップを前進することでマップの要所、つまりどこで戦うべきか、それからどのように前進するべきかが学べるようになっています。敵の戦車は移動しませんが、しっかりとこちらの弱点を狙ってくるので打ち合いの練習にもなります。また敵の戦車が狙っている場所にはオレンジ色のレーザーが通ります。ミッションは14個のマップにつき4個、合計56個あり、それぞれクリアするたびに2万クレジットと消耗品がもらえます。すべてのマップを網羅しているわけではありませんが、マップを学習しながらクレジットを集められる初心者の心強い味方です。ぜひトライしてみてください。ここからは中ティア以降で発生するクレジット不足について扱います。ティア6以降は出撃するだけで赤字になるケースが多く、黒字を作ることが難しくなります。そこで資金を稼ぐ戦車と資金を使う戦車とを分けることをお勧めします。例えばエースタンカーや優等マークを狙っている戦車に対しては惜しまず高額な消耗品やプレミアム弾薬を乗せつつ、その合間に低コストなプレミアム戦車の出撃を挟んで稼いでみてください。稼ぎ出撃をする際は支出を抑えつつ収入を上げることが大事になります。出撃ごとにかかるコストは弾薬、消耗品、それから修理です。修理コストはそこまで大きなものではないので、ここでは考えないものとして弾薬費を減らすにはプレミアム弾の利用を減らしつつ無駄弾を減らすことが大事です。例えば軽戦車で敵の正面から戦うと貫通力が足りないためプレミアム弾の利用が増えます。一方重戦車で後方から狙撃すると今度は精度が足りないことが多く、
これもまた無駄玉が増えてしまいます。それぞれの車両が得意とする距離で戦うことが大事ですね。ちなみに弾薬のダメージ量と弾薬費は必ずしも比例しないため、プレミアム弾を利用する際は特に単発が高い戦車の方が有利です。消耗品にはいくつかの組み合わせパターンがあります。許容できる範囲でなるべく安い組み合わせを使いましょう。基本の組み合わせは救急キット小、修理キット小、それから消火器大です。合計で26000クレジットになります。ですが消火器大を使うことはほとんどないので実質6000クレジットです。モジュールが壊れやすい戦車では救急キット小、修理キット大、そして消火キット大がおすすめです。合計43000クレジットですが、実質消火器大を利用しないとみなせば23000クレジットになります。そして照準の収束や機動性に難がある車両については食料を搭載することが選択肢に上がります。ティア8のプレミアム戦車は少なくとも1試合5万クレジット程度は稼げるため、多少の効率は犠牲になりますが選択肢に上ります。なお消耗品は定期的に半額セールが来ます。セール時にまとめて買うのがおすすめです。クレジット収支を改善するには出撃ごとの収入を上げることもまた大事な要素です。ワールド・オブ・タンクスプレミアムアカウントが有効な場合、出撃での収入が 1.5 倍になります。その結果収支は 1.5 倍を大幅に上回る効率になります。クレジットリザーブが有効な場合もまた出撃での収入が 1.5 倍になります。これはワールド・オブ・タンクスプレミアムアカウントと重複し、両方あれば収入が 2.25 倍になります。クレジットリザーブはショップで購入できる他にミッションの報酬として入手可能です。最後にプレミアム車両はツリー車両と比べて高い収入が得られる設定になっています。クレジット稼ぎにおすすめのプレミアム車両については次のコーナーで紹介します。最後にコストが低い出撃ができて収支効率の良い戦車をいくつか紹介します。いずれも手法性能が優秀で消耗品の食料がなくとも高いパフォーマンスを出せる戦車です。まずはツリー戦車から。アメリカ重戦車ツリーのティア6 M6 です。貫通力が十分に高くプレミアム弾の使用回数が少なく済みます。正面走行も硬く扱いやすい戦車です。この戦車に続くティア7の T29 もまた信頼できる走行と手法で扱いやすい戦車です。ちなみにこれらの戦車はプレミアム砲弾を利用した時の貫通力の伸びが高く格上に悩まされることが少ないと言えます。次に紹介するツリー戦車はアメリカ駆逐戦車ツリーのティア7 T25 の2です。単発火力は特別高くないものの通常弾の貫通が優秀であり、手法の収束や機動力にストレスがありません。一つ手前の M18 ヘルキャットとともにどんな場所でも戦える万能車両になっています。続いてプレミアム戦車の紹介をします。まずはタンクアカデミーでレンタルできるティア8のポーランド重戦車 CS52 リスです。機動性と処方性能にストレスがなく神出鬼没な戦い方ができます。単発火力が320と高いためにプレミアム弾を多用しても赤字になりにくく、もちろん通常弾を積極的に利用することで稼ぎを安定させることも可能です。アイアンアーニーはアメリカのティア8重戦車です。同格の重戦車の大半よりも優れた装甲を持ちながら単発320の手法を持ち貫通力にも不足がありません。手法と装甲の性質から最前線で敵の弾を弾きながら正面から敵を叩き潰すことを得意とします。ソ連のティア6プレミアム重戦車 T3485M はツリー戦車の T3485 を重装甲にした戦車です。単発火力は180とティア6に対して十分でありながら機動力や走行にも問題がない万能車両です。 T3485 と同様に貫通力は十分に高いためストレスなく戦えるでしょう。最
後に紹介するのはドイツのティア8駆逐戦車ラインメタルスコーピオンです。同じ性能ですが名前と塗装の違うスコーピオン G という戦車もあります。火力は490ポイントで通常弾の貫通力も十分高いためダメージを出すだけで稼げる戦車です。プレミアムアカウントがあれば食料を搭載しても十分に黒字が出ます。戦闘スタイルには少し癖があり、単に敵がやってくるのを待つだけではなく前線に向かって敵の隙を突く戦い方も必要になります。クレジット稼ぎに関する解説は以上です。収入を上げるにはプレミアムアカウントやクレジットリザーブを利用する他にプレミアム車両で出撃することが有効です。支出を減らすには最適な消耗品を選びプレミアム弾の利用を減らす戦い方が重要です。また初心者の方にはチュートリアルのついでに序盤の資金繰りを解決できるミッションがあります。これらを活かして良きモッドライフを送ってください。いかがでしたか？内容がためになったと思ったり気に入っていただけたらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。